こんにちは、スイラボです。今回の動画はこちら、任天堂スイッチのジョイコンの修理になります。ジョイコンの修理っていうと、ここのスティックの修理が多いかと思うんですけれども、今回の動画は別の部分の修理の動画になります。任天堂スイッチの場合は、スティックが勝手に入力されちゃうドリフト現象っていう持病を抱えているんですけれども、こちらのジョイコンもそのドリフト現象には悩まされていて、以前修理を行っています。その様子はちょっと動画にはしてないんですけれども、よくあるスティックの交換ではなく、純正のスティック自体を分解して中を清掃するというやり方で修理をしています。そちらはブログにまとめていますので、よかったらそちらのブログ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それで今回はどこの修理をするかなんですけれども、まず最初に症状を見ていただこうと思います。それでは今回のジョイコンの故障状況なんですけれども、まず最初にスイッチのコントローラー設定で持ち方順番を変えるをやってみます。それで横持ちモードでこの2つのジョイコンの登録をしてみます。この上にある SL と SR を同時に押すと、こんな感じで横持ちで認識されました。続いて右のジョイコンで同じことをしてみると、反応はするんですけれども、横持ちで登録することができません。で、片方ずつ押してみると SR を押すと反応してるんですけれども、 SL を押すと反応してません。強く押し込んだりしても反応しないんですよね。ということで今回の修理はこちらの右のジョイスティックの SL ボタンが効かないところを修理するというものになります。現状としてはとりあえずなんかボタンを押してる感触はあります。なのでちょっと故障内容によっては直せない可能性もあるんですけれども、とりあえず分解して原因を調査してみようと思います。これからこちらのジョイコンを分解していきますが、分解すると保証がなくなりますので、真似をする方は自己責任でお願いします。結構切れやすい配線なんかもあったりしますので、修理に自信のない方はやめておいた方がいいかと思います。それではジョイコンを分解していきますが、ジョイコンを分解するには先端が Y 字になったドライバーが必要です。こちらの Y 字ドライバーを使って4箇所ネジを外していきます。ネジが外せたら開けていくんですけれども、ここのつなぎ目の部分に薄いものを入れていくと開くことができます。爪などでも大丈夫ですが、一応こういった工具を使って開けていきます。で、隙間ができたら慎重に開いていきます。こんな感じでフレキでつながっているので、このフレキを切らないようにしましょう。続いてバッテリーを外していきたいと思います。バッテリーの端子はこの今真ん中に見えているこの黒いコネクターです。こちらは上からはまっているだけなので、下から持ち上げてやると外すことができます。ちょっと狭いのでこういったプラスチックの工具を使って外していきますが、この時金属製の工具を使うのはやめましょう。バッテリーの端子がショートしてしまいます。他の配線などを切ったりしないように慎重に作業をしてください。こんな感じで外すことができます。そしたら続いてバッテリー自体を外していきます。これは両面テープで後ろから止まっています。
ちらのジョイコンは何回か分解しているので、初めて分解する場合はもう少ししっかり貼り付いているかもしれません。バッテリーを外したら続いてこちらの内蓋を外していきます。こちらは3箇所でネジ止めされています。内部のネジはプラスネジになっています。ネジが外せたら一旦こちらのアンテナは避けておいて、こちらのパーツを少し横にずらします。この時こちらのケーブルとこの下にある基板がつながっているので、このケーブルを切らないように注意しましょう。そしたらこのケーブルがつながっているコネクターのところを外していきます。ここはさっきよりも狭いので、こちらのピンセットで外していきます。外し方ですが、まずこのグレーのコネクターのロックを上に上げます。そしたら上方向にケーブルを抜いていきます。これでこちらのパーツが外せました。これで基板にアクセスできるようになったわけですが、今回の不具合、SL ボタンが効かないというものになりますが、SL ボタンはこの下にあって、おそらくここのケーブルを通ってこちらのメインの基板に来ているかと思います。とりあえずここの基板を外してみます。ここもプラスネジになってますね。なるほど、ちょっと読みが違いましたね。 SL ボタンはここにあるんですけれども、 SL ボタン SR ボタンともにこの基板からこのケーブルを通してメイン基板につながってたんですね。この基板はこんな感じになっていて、 SR ボタンと SL ボタン、あと何でしたっけ、ペアリングボタンかな、スイッチがこの基板上に3つ実装されています。このスイッチ自体はやっぱり押した感触がありますね。とりあえずここのコネクタを外して基板を取り出してみます。こちらもこの黒いロックを上に上げてケーブルをまっすぐ引き抜きます。これで基板が取り外せました。どうでしょうかね。このケーブル自体がパッと見では断線してたりっていうのはちょっと確認できないです。はい。で、この基板のパターンですけれども、これを見てみると、スイッチなので配線は2つ必要になりますが、1つはこの下からケーブルの方に行っていて、ここの端子の一番右側に来ているみたいですね。で、もう一個の配線は上を通っていって、こちらの SR 側のスイッチにつながっています。こっちはグラウンド側の配線ですかね。とりあえずテスターで導通を見てみようと思います。とりあえずこのケーブルが切れてる感じはなさそうですね。スイッチ自体も生きてるみたいですね。あとはこっちの接続先のメイン基板側がおかしい可能性ですけれども、ちょっとこっち側が壊れてるとなかなか面倒なことになるので、ここのコネクタとケーブルの接触が悪かったようなこともあり得るので、一旦この状態で組んでみて症状がどうなっているかをもう一度見てみます。はい、まだバラバラの状態ですが、とりあえずこちらのケーブルとバッテリー接続したので、この状態でどうなるか見てみたいと思います。 SL ボタンと SR ボタンを同時押ししてみます。
認識した。どうやらちゃんと認識するようになったみたいですね。ちょっと今回の原因が何だったのか分かりませんが、ここのコネクタのところに異物でもあったんですかね。とりあえず元通り組んでみて、ちゃんと動作するかをもう一度見てみます。それではバラしたのと逆の順番で取り付けていきます。元通り組み立てましたので、これでちゃんと認識してくれるか確かめてみます。あ、ダメだ。やっぱりダメですね。SL が効かない。ということは、物理的にボタンを押してないのかな。ちょっともう一回分解してみてみます。とりあえず今分解してみたんですが、この状態で SLSR を押してみると登録できないんですけれども、ここをちょっと押さえながらもう一回押してみると登録されましたね。なんか SL ボタンを押すと基板がこんなに上がっちゃうんですけど、これ元からなんですかね。基板が逃げちゃうせいで押せてないのかな。でもクリック感はあったよな。クリック感はあるんだよな。SR に比べるとクリック感は弱い気がします。ちょっとこの SL ボタンを押した時に基板がこんだけ逃げちゃうのがちょっと気になりますね。これは押さえてるのかな、後ろから。ちょっとわかんないな。何か後ろに挟んでみるようですかね。違うかも。今いろいろ触ってたらなんとなく分かってきたんですけれども、こっち側のスイッチとかがつながっているフレキ、これのレイアウトによってなんか動きが変わってきますね。これをちょっとこう突っ張るような感じにした状態だと SL ボタンが反応するんですけれども、少しこちら方向にフレキを持ってくると、この辺だと SL ボタンが反応したりしなかったりしています。そう考えると、この中フレキがつながってるコネクタのところの接触がいまいちなのかもしれません。ちょっとそうなっちゃうと面倒ですね。とりあえずこのコネクタの中をエアブローして、フレキをしっかり奥まで差し込んで、念入りに差し込んでコネクタのロックをしてみました。ちょっとこれ以上になっちゃうと難しいですね。あれかな、こっち向きにあんまり力がかからないように少しテープで留めておくぐらいですかね。とりあえずカプトンテープで押さえてみましたけど、ほとんど効果はない気がします。とりあえずバッテリーをつけるところまで組みました。この状態で反応してくれるといいんですけどね。やっぱ反応しないな、こっちが。あとは最終手段としてフレキを使わずに SL ボタンだけ線飛ばすかですね。やってみるか。はい、ではあんまりやりたくはなかったんですけれども、ハンダ付けで SL ボタンから線を飛ばしていこうと思います。ただ線を飛ばすといっても、こういったリード線を使ってしまうとちょっと太すぎるので、今回はこちらの線を使っていきます。ちょっとちゃんと見えてるかわかんないですけれども、かなり細い線です。本当はもっとこれより
細い線を使いたかったんですけれども、ちょっと見当たらなかったので、こちらでやっていきます。とりあえずさっきの状態までばらしていきます。まずはどこに配線していくかを探っていきたいと思います。あれ、そっちに行ってるんだ。あれ、さっき見てたの間違ってたか。さっきこっちのスイッチのパターンを追ってましたけど、こっちが SL ですね。スイッチは生きてるかな。やっぱり飛ばすしかないかな。このスイッチのグラウンドじゃない方につながっているのが基板側のこの黒いプローブが立っているテストポイントにつながっていました。片側だけですけど、これで少しハンダ付けは楽になりましたね。一応こっち側くっつきましたね。ちょっと今くっつけた配線はこんな感じで後ろを通して後ろに回していこうと思います。こんな感じで裏側でカプトンテープで留めておきます。そしたら一旦ケーブルをつないじゃって、この線は余裕を持った長さにしておきます。そしたら基板側にハンダしていきます。とりあえずこれで配線ができました。あと収めるかですけど、こっち側も止めておきましょうかね。とりあえずこんな感じでカプトンテープで留めておきました。それではもう一度組んでいきます。はい、ということで組んでみましたけれども、結局こちら押しても反応しないですね。ダメです。直んないですね。ちょっとね、すぐこの横向きで使いたかったんでやってみましたけれども、もうちょっとちゃんと原因究明してやらないとダメかもしれないですね。ちょっと残念ですけれども、今回の動画ではここまでにしておきたいと思います。はい、ということでですね、次の日になったんですけれども、やっぱどうもFPC が断線してるんじゃないかということで、こちらを買ってみました。FPC の互換部品ですね。ちょっと6ペアっていうことで、左右のジョイコン6個ずつは入ってないか。ちょっといっぱい入ってるやつを買ったんですけれども、実際はこんなに必要はないんですが、一番早く到着するのがこれだったので、ちょっとこちらを購入しました。で、早速ジョイコンの方を分解して FPC をこちらに交換していきます。分解は散々昨日やったので一気に飛ばしたいと思います。はい、ということで分解しました。一応左側が純正の FPC で、右側が互換品の FPC になってます。パッと見た感じ FPC の色が互換品の方がちょっと薄い感じはありますけれども、これで交換してみてどうなるか見てみたいと思います。で、一応取り付けるにあたってこの純正みたいに途中で折り目をつけておく必要があるので、同じようなところで折り目をつけておきます。はい、だいたい同じようなところで折り目をつけておきました。ちょっと純正の方はここの折り目のところでもしかしたら線が切れちゃってるのかなっていう感じもありますね。なので互換品の方も折り目はつけるんですが、あんまりきつく折らない方がいいかと思います。それではこちらをジョイコンに取り付けていきます。はい、じゃあ交換が終わりましたので、これで SL ボタンが効くようになったのか試してみます。嘘。マジで SR ボタンは効くんですけど SL ボタンが効かないですね。マジで。じゃあ FPC より先でなんかおかしいんですかね。いやー、ちょっ
わかんないな、これは。ちょっと明日は間に合わねえかな、これ。今ちょっと試してみたんですけど、ここのコネクターのところを上からちょっと強く押さえると、そうするとブレーキがどんな向きでも反応しますね。なのでやっぱりこっちのコネクタ側がなんか接触が悪いか、コネクタのハンダが割れてるかっぽいですね。コネクタの上にこのパーツが上から乗っかるんで、ちょっと間に何かを挟んで、このパーツでコネクタを上から圧迫するような、そういう形にしてみようと思います。とりあえずこんなゴムシートがあったんで、これを切って間に入れてみようと思います。ちょっと厚みがありすぎるかもしれないんで、その辺はうまいこと調整してやってみようと思います。一応この厚さならば締まりそうですね。このゴムの厚みはだいたい 1.6mm ですね。じゃあゴムを挟んだ状態で組み立てていきます。はい、ということで先ほどのゴム板を挟んで組み上げました。これで動いてくれるといいんだけどな。じゃあやってみます。あ、いけた。おお、ちょっともう一回やってみます。 SR は反応する、 SL も反応する。同調子で、はあ、よかった。なんとか治りましたね。はい、ということでなんとか無事動くようになりました。昨日修理がうまくいかなかったんで、あの後ちょっとネットで調べてみたんですけれども、この SL とか SR が効かないっていうのは結構ある症状みたいなんですよね。で YouTube でも結構修理動画とか上がってるんですけれども、多くの方が FPC の断線ということで FPC を互換品に変えて修理していたので、こちらもその症状なのかなと思って互換品の FPC 買ってみたんですけれども、やっぱりちゃんと原因がどこかっていうのを見てから買った方が良かったですね。今回の場合も明確な原因っていうのははっきりしない状態です。コネクターのところを上から押さえれば一応導通するということで、コネクターのロックがちょっと不完全なのか、コネクターのハンダがちょっとクラックしちゃっているのか、そのあたりかなと思うんですけれども、とりあえず応急処置的に直すことができました。とりあえずこれでしばらく様子を見てみようと思います。ちょっとね、明日から出先でこれを使いたかったんで、ほんと今日治ってよかったです。念のためボタンチェックしてみましたが、 SL ボタン含めて全て問題ありませんでした。また修理から2ヶ月経った現在でも問題なく動作しています。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。